こんにちは、こんばんは、おはようございます。クオン開発の朝比奈幸太郎です。本日も音の20世紀、どんどん進めていきましょう。前回お届けしましたのはですね、ドイツの戦時中に、偶然、高周波バイアスという、神様からの贈り物とも言えるような機能を発見し、録音と放送の区別がつかないほどの録音技術をドイツが手に入れたというところまでお話ししました。前回の放送まだご覧になっていない方は、ぜひ前回の放送から見てほしいんですけども、今回はドイツが敗戦した後にですね、どのようにこの生放送と区別がつかなくなった録音技術が人類の英知として蓄積されていったのかっていうことについてお話ししていきましょう。敗戦後のドイツはですね、連合国側から、ソ連とアメリカと戦利品の取り合いみたいな形にはなっていきますし、その後、西ドイツ、東ドイツと分かれて歴史が進んでいった、米ソ冷戦が進んでいった、というところは皆さん共通認識として持たれていると思いますが、そういった大まかな歴史とは別にですね、音の20世紀ということで、音の歴史を、紹介している番組なんですけども、敗戦後のドイツでですね、アメリカのジャック・マリンという技術者が、ドイツで録音と放送の区別がつかないレベルのこのテープレコーダーの元祖の形を見つけたんですね。で、これすごいぞということで、ちゃんと手続きを取ってですね、アメリカに持ち帰ったわけなんですね。で、アメリカで研究をしていくわけなんですが、ビング・クロズビーというですね、歌手がいました。で、このビング・クロズビーっていうのは、マイクロフォンの初期の頃にですね、マイクロフォンのこの可能性に気づいて、その商業音楽としてマイクロフォンを活用していこうというふうに、決めたアーティストであって、アメリカの本当にメディア王というふうに言われているような存在でですね、その名を知らない人はアメリカ人にはいない。どうでしょう。日本で言うと黒柳徹子ぐらいのような存在なのかもしれませんが、その方がですね、ある悩みを抱えていたんですね、アメリカで当時。で、どんな悩みかっていうと、アメリカには、先日お話ししたようなドイツでの生放送と録音の区別がつかないような技術はなかったんですね、当時。そこでアメリカはどうしてたかっていうと、できるだけ高音質で皆さんにお届けするためにですね、なんと生放送にこだわって放送していたわけなんですね。で、ビング・クロズビーっていうのも、生放送の方が音がいい。私もミュージシャンですので、気持ちはわかりますよね。少しでも自分のパフォーマンスっていうのはいい音で顧客に聞いてほしい。オーディエンスに聞いてほしいっていう思いがありますので、ビング・クロズビーはですね、西海岸で収録したら、東海岸間に移動して、で、もうあちこち飛び回っていたわけなんですね。生放送で自分のパフォーマンスを広めるために。で、それはちょっとしんどいぞと。どうしたもんかと。休まれへんぞと。で、YouTube もそうなんですけども、自分が一回収録するとですね、自分が休んでいる間も皆さんにこうやって見ていただけるわけなんですよね。で、当時それはアメリカになかった。で、クロズビーはですね、ジャック・マリンのその持ち帰ったテープレコーダーのもどき、元祖の形を見て、いや、これはいいんじゃないかと。すごい音質、9大点だよと。俺が開発費を持つよと言ったわけなんですね。で、もう俺のために作ってくれと、これ完成させてくれということで、ジャック・マリンが開発費をグロズビーからもらってですね。で、それをもうしっかりと形にしていったということなんですね。だからビング・クロズビーの存在っていうのは、非常に大きな存在になっていまして、彼がいなければ、もしかしたら、ただの軍事技術として、テープレコーダーはもちろん、音声以外も記録できますので、軍事技術としてだけ、成長していって、もしかしたら娯楽、商業カテゴリーには、この技術は降りてこなかった可能性だってあるぐらいですね。そういう意味では、やっぱりクロズビーの存在っていうのはかなり大きいなというふうに思います。で、当時、このテープレコーダーのもどきっていうのが開発されたばっかりの頃っていうのは、なんと、これで収録してですね、まだ円盤に刻み直してから放送していたらしいんですね。で、前回から話しているように、円盤に刻んで、
収録放送をするとですね、音質が非常に悪い。それを解決するために、こいつが開発されたのにもかかわらず、こいつからまた円盤に刻んで放送するというですね、本末転倒なことが起こっているんですけども、ここで重要なことが何かっていうと、やっぱり新しい技術が入ってきた時っていうのは、人間はみんな怖いんですよね。自分のやっぱり理解を超えた概念とか存在っていうのに人間はやっぱり恐怖を感じるようにできているので、いつの時代でも新しい技術が入ってもすぐに現場にそれが反映されたり投影されたり、使えないと。アメリカ人でさえも、使えないと。いうことだと思います。ここが結構面白い歴史のポイントなのかなっていうふうに思いますね。で、もともとドイツでは、その重要人物、政府の要人たちの居場所をわからなくするために、高めていった録音技術だったんですが、アメリカでこのようにクロスビーが開発費を投資することによってジャック・マリンが完成させて商業装置として花開くことになります。これができた功績というのは非常に大きくて、その後何が起こったかっていうと、クロスビーのように収録で番組を放送できるようになったという点が一つと、あと編集ができるようになったんですね。で、アメリカのその商業音楽史の中でやっぱり編集っていうのは欠かせないものになっています。加えて効果音とか、そういう事前に準備した素材っていうのを、当てはめられるようになった。YouTube の時代ではもう当たり前ですよね。音源素材を取ってきて、例えば拍手を入れたりとか、歓声を入れたりとかですね。あれを YouTube の今私たちの時代で、オーディオエンスが目の前にいてですね、リアルタイムにそれが、歓声を上げてもらえているというふうに実感する人はいないと思うんですけども、当時はですね、やっぱり魔法のような装置だったわけなんですね。で、それが、例えば私の子供の頃流行ってたフルハウスっていうドラマがありました。あれも本当に大好きなんですけども、ああいうシットコム系の番組っていうのは笑い声を事前に収録してですね、それをサンプラーで再生すると。いうような仕組みをとって、笑い声を、このプロデューサーの指示で入れていく、みたいなことが、もう戦後すぐにアメリカではもう実用化されていったわけなんですよね。で、そのサンプラーにして、その音を当てはめていくっていうものの中にですね、メロトロンという面白いシンセサイザーがありますので、これはまた、音の20世紀の台本の中に、設置されていると思います。こちらはまた機会に、お届けできたらなというふうに思っております。今日は、お届けしたいのは、このビング・クロスビーが開発費を投入したことで、もしかしたら我々がこの今手にできているのではないか。そしてそういったことがない技術、軍事技術にだけ応用されていった技術っていうのも多分たくさんあるということなんですね。有名なのは電子レンジとかもそうですし、現在でも前回もお届けしましたが、ロシア・ウクライナ戦争の中で使われているドローン GPS 技術っていうのも、これも、民間にドローンの技術っていうのは降りてきているように思われがちなんですけども、軍事レベルの技術っていうのはまだ全然降りてきてませんし、衛星の技術っていうのも民間に公開されている技術と、やっぱり軍事技術で使われているハイレベルな技術とはまた別の層になってくるので、このあたりはですね、クオンジオ、クオン開発の空部門の方でもっと詳しくやっていきたいなと思っております。そこで、一つだけこの音の20世紀として知っておいてもらいたい脈絡というのはですね、アメリカにジャック・マリンが持ち帰って、開発しました。そしてアンペックスという会社がですね、アメリカでこのテープレコーダーの、大元、国産機初の、量産型テープレコーダーっていうのを開発して会社として売り出していくわけなんですけども、そこから逆輸入される形になるんですね。アメリカ製のテープレコーダーがヨーロッパのドイツやスイスに逆輸入。逆輸入というよりも、個人的に輸入していた人がいるみたいな状態だとは思うんですけども、そこからウィル・シュチューダーというですね、もう伝説的なシュチューダー、レボックスを作ったシュチューダーがアメリカ製のレコーダーを聞いて、いや、これはもっとよくできるぞということで誕生したのがこのレボックスなんですね。実はシュチューダー
っていうのは、有名なプロ用のレコーダーなんですけども、スチューダーよりも先にレボックスが、あったわけなんです。で、ここは、結構面白い歴史なので、また別の機会にここも深掘りしていきます。ドイツが敗戦しました。で、アメリカのジャック・マリンがアメリカに持ち帰りました。クロスビーがどうにかして、自分は働かなくても働いてもらえるようにならないか。いい機会があるじゃないか。金出すから俺のために作ってくれ。それで作りました。アンペックスができました。ドイツ、スイスに、プロトタイプみたいなのが行きました。そこでスチューダーが誕生しました。この流れ、っていうのが、音の20世紀のすごい軸になってくる部分だと思いますので、皆さん覚えておいていただければなと。総合的に私が皆さんにお伝えしたいことっていうのが、技術があります。新しい技術があります。人間は新しい技術を使うのを怖がりますっていうのが一点と、この技術をどのように使うか、どのような意図で使うかっていうのは、技術の側に意図は持たないということなんですね。で、これは昨今言われている AI もそうなんですね。AI もどのように使うかっていうのは人間の、意図の通りに動きます。で、これはおそらく AI が暴走するとかどうのこうの言われてますが、制御段階に入っているというのは私の確信として、持っているところでありますので、これからどのように使われていくのか、ある人は戦争に使うかもしれない。ある人は技術革新に使うかもしれない。ある人はまた別の何かの目的に使うかもしれない。そういう技術に対して罪はないということなんですね。なので、私たちは、人類の発展のために、そして私たちの、QOL、生活の幸福度を上げるために技術を開発して、技術を使っていきたいなと。そしてこれを見てくださっている視聴者の皆さんにも、技術というのはそういう取り扱いをしてほしいなというふうに感じて、この回を締めくくらせていただきたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。